民間信仰とかそういうのにまつわるものは集めてるんで、タダでもらえるっていうものを見過ごす手はないなっていうので霊柩車を譲り受けた以上は最終的に土葬になるしかないなっていう感じで今ちょっと個人的には心に決めてますけど。三重県伊賀市沖久の不動寺には、もう使われなくなった手引き霊柩車が長年保管されている。この度処分が決定したが、実際に葬儀で使われていたものが解体されるのは忍びないので、引き取り手を探しているとの内容だ。手引き霊柩車とは、宮型霊柩車の神輿のような装飾が施された部分をリヤカーに乗せて人力で引けるようにしたもの。80年から90年代くらいまでは全国的に使われていたようで、原田知世版の映画「時をかける少女」にも登場している。記事に記載されている手引き霊柩車は、屋根が銅板で葺かれ、側面には竜や鳳凰、狛犬などの飾り物があしらわれた豪華なもので、保存状態もいい。オカルトコレクターである愛想さんは、その造形に一目惚れし、記事記載の翌日には連絡を入れた。その時点で問い合わせはすでに20件超。最終的に約600件に膨れ上がった申し込みから、厳正なる審査を経て、愛想さんへの譲渡が決定したそうだ。だからほら、なんだ、結構展示の仕事とかもしているんで、人目に触れる機会を、今後も作っていきたいとか、なんかいろいろあるんじゃないですか。なんか撮影関係の仕事をしているので、なんかそういうところで使えていけたらなと思いますとか。本音としては、いや、欲しいは欲しいんですけど、僕の覚悟も試されるなと思って、ちょっと田中さんへの対抗意識もあったりはするんですけどそこが大きいなこれがあそこで誰かいませんかって言われてちょっと手を挙げないっていうのは呪物コレクターとしては今後やっていけないんじゃないかなって思いましてなので僕の中での定義としては、民間信仰の中で良い願いにしろ悪い願いにしろ、人が大事にしてきたものっていうくくりではあります。もう死んだ人の魂を込めたものとかになるので、クマントーンであったり、これメキシコのお土産でいただいたんですけど、多分これと同じような感じの人形なんですよ。普通に何かなんか造形というか作り物の仕事じゃない人たちがこうどうしてもこう祈る対象が欲しくて作ったと思うんですね。やむにやまれず作った迫力とかがすごく多分好みなんだと思います。お白様で東北の神様で、おそらくこれ布に包まれたこの形の中にこういうものがきっと入ってるんですよ。こっちの中に。これ自体は家の守り神という神様なんで、その家の主人以外は見ちゃいけないんです。なのでこれお譲りいただいた10年ぐらい経つんですけど、僕自体も中開けてみたことないんですよ。これ人頭ってこれ男女なんですよ。これ確か6万円だったんですけど、安いです。プレステ5ぐらい安いです。
岡さんのやつは見たことあるんですか？ありますよ。あ、でも直にはないです。でもね、これから僕がもらうやつの方がね、絶対いいです。いいやつ。絶対いいです。映しちゃいけないんだけど、映しちゃいけない。ですね、とりあえずそれ保管して、まあ私は展示を個人的にいろんな展示をしたりとか、あとまあ撮影関係の仕事をしているので、まあ今すぐどうっていうことじゃないんですけども、一応保管させてちゃんとそこにさせていただいて、その後何かまあ人に触れるようなことで活用できればなと。最終的に僕が死んだら。何の問題だと思って。ちょっと待ってや。もう一度いけんの？いや、もっと広いじゃん。もっと広いね、もっと広いね。こっちにいよ、こっち。ほんで、こっち？こっちちょっと乗ったらいいの？乗った？ほぼこっちも乗ったよ。いくよ。せーの。よいしょ。これだけ一生懸命やってるからな。はい、ありがとう。ありがとう。あいしゃ。後ろ下ろした。前下ろした。前かとすっか乗ったわけ。前下ろす。カバー前。うちのカバー前。カバーちょうどこんなこっちに。あれかけて。まあ。急いでますよ。下ろせれば夕方にはまた別の行かなきゃいけない。一応下ろさせてもらいます。そう嬉しい半分、これからどうしようっていうのはすごくありますね。だって倉庫にしまったら今度どうやって出すっていうのもあるし、これいりますもんね。今後とも。ちょっともう後戻りできないところに今来ちゃったなっていう気持ちの方がいいんじゃないですか。強制アップデートというか。600人の応募の中から厳正なる審査により4名を選出。最後はなんとくじ引きによって愛想さんに決定したという。いやいや、4分の1ってなかなかのあれだと
人がどんな人なのか気にはなりますね。屋台でもやってんのかなって感じですね。で月いくらぐらいなんですか？月1万2000円の、はい本当はこれ止めるとこなんですよ。だから、もうしょうがないから、これはもう工房の前に止めるか、もう毎日この辺りのパーキングを。田中俊之さん、はいはいはい。もう一人持ってた人がいて、はい。でそれとレースしようっていう話がちょっとあったんですけど、はい。もうあちらのもう田中さんの方が手放しちゃったんですよ、そうなんですか。これが僕がもらうと同時にへ幻博物館え。はいはい。なんか博物館あっちの方に寄贈しちゃったらしいんですね。まあすごく行動に迷惑をかける。後ろとかはい。見てる人とかがいれば全然そう引っ張っていけますけどね。距離的にはどうですか？何分ぐらいかかるとか。15分ってとこじゃないですかね。せっかくだから代わり番号に持って行ってみます。やってみましょうか。マジっすか。よいしょーい。山間部で使ってるからこれに要は人入れて多分山道をこう歩いてったわけじゃないですか。
それはしんどいと思いますね、やっぱり。なんか一つ行事ですよ。そうですね。殻でもこんだけ重いんで。すみません。これお祭りかなんかのですか？お祭りというか、こういう霊柩車なんです。はい。すごいですね。ずいぶん凝ってるもんですね。あ、そうですね。もう車が入らないところでこういうのに入れてるんで、はい。すみません、なんかありがとうございます。の後いろいろ調べたところだと、調べたっていうか本で読んだところだと、はいほぼこの手引きの霊柩車って座艦型って言って座って入るおかんのサイズ、要は体育座りというか屈曲した形でちっちゃいやつにもう本当にガンガン死体の足とか腕とかバッキバキにして詰めるタイプだからもう昭和の初期とかなんていうんですか、昔のやつとかだともっと全然短いんですよ。これなんだっけ、平成何年ですかね、8年とか新しいじゃないですか、はい。だからネカンって普通の僕らが知ってるおかんが入るぐらいのサイズにダンロップ書いてあるんですよでなんかこうその遺体を入れる時もパッていく時に自分家が見えるように、もう座った形だともう家の方を向くように、だから寝缶のこういうタイプでも、寝た時に要は仰向けにした時に頭がこっち来るっていうので、なんか入れ方もなんか決まってるらしいです。お金があるから買えるかっていうと本当にそうじゃないのはもうかなり身に染みているので、これは強化扉なのでこれを着て手引きの霊柩車に乗って最終的に僕が土葬される、ちょっと人づてに聞いたんですけど山梨に土葬の会っていうのがあって、イスラム教の人とかが割と火葬はいけないよっていうんで土葬を希望する人とかが多かったり、あとそうじゃなくてもその土葬にされたいっていう人たちがそんなに多くはないらしいんですけど、そこの会を通じてそこが持ってる土地に埋葬されたりはしてるみたいです。伝染病にかかったりとか、特に多分今だったらコロナとかだと火葬にする必要はあるんでしょうけど、そうじゃない限りは必ず火葬にしなきゃいけないっていうわけではない。そうなんです。ただ土地ここに埋めていいよっていう受け入れ先さえあれば現代でも全然土葬になることは可能ということですね。結構ギリっすね。あ、本当だ。これお金入って寝た状態で入れるの無理かもしれないですね。他のサイズがちょっと大きくなるかも。そうですね。ちょっと飛び出すサイズ。そうですね。かといって座って入れるほどは高さないですもんね。そうですね。ちょっとカスタムしていた方が。別にはみ出てもいいんですよ。Shimmering in the moonlight, so